ヤバです。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、圧倒的に恋に迷った方へというテーマでやっていきたいと思います。お相手の気持ちを知りたい、今後の展開を知りたい、そういう方向けのコンテンツになっているかと思います。それでは、赤、青、黄色のうち、まず2つご覧になっていただいて、しっくりくる方が、あなたへのリーディングになります。概要欄、コメント欄の方に開始時刻がありますので、そちらの方からご覧になって始めてみてください。はい、それでは赤を選んだ方の圧倒的に恋に迷った方へのテーマやっていきたいと思います。内容的には、お相手がいるという前提で、お相手がの状況、心境がどうなっているかを過去、現在から見ていって、今後の展開、そしてはあなたとの関係性というところを見ていきたいなと思います。それでは、早速いきたいと思います。はい。ですね、まずお相手の、状況、心境を見てみます。これどこかね、こちらのカード見ていただくと分かるんですけど、非常に自分で何かを成し遂げるために、距離を置こうかなとか、あなたとの関係性というものを再興しようという気持ちになってるのかなというところ。ですので、何かしらのきっかけがあり、物事が一回止まっている、そういった状況なのかなというふうに思います。ですので、あなた自身もそういった状況によって、非常に今後、その方とどうすればいいのかなっていう気持ち、になっているのかなというふうに思います。はい。で、お相手の状況を見ると、ちょっとね、やはり、お仕事だったりとかの面が、非常にちょっと大変になっているのかなというところ。大変というのは、ないという、お金がないというわけではなく、今後の方向性であったりとか、どういうふうにしたいのかっていうのがまだ不明瞭なところがあるので迷っている。ですので、お仕事以外の面でも迷いっていうのが生じてくるのかなっていうところ。ですので、あなたに対しての接し方であったりとか、今後の恋愛面における計画性だったりとかっていうのが、なかなかうまくいかない、そんな状況なのかなというふうに思います。はい。では、お相手の健在意識見てみましょう。やはりね、今の状況が明確に今後が決まっていないので、非常にすごい下向きな気持ちになっていると。これ何があってもうまくいかないんじゃないかなと、これやっても意味ないんじゃないかなっていう、そういった気持ちになりつつあるっていうのが、非常にね、今のお相手の状況なのかなっていう。実際にね、こういうメンタルの状況の時って、なかなかうまくいかないことの方が多かったりするんですね。ですので、あまりね、あなたとの関係以外のところでも大変な部分があるので、そこは少しね、多めに見るというか、温かい目で見てあげた方が非常にね、お相手にとって、リラックスできる状況なの、リラックスできる状況に、なってくるのかなというふうに思います。はい、それでは深層心理ですね。深層心理は、これもね、やはり、すごく近しい、家族的なような関係性の部分ですね。兄弟だったり、本当に親友だったり、そういう部分のところに対して、まだ自分のね、そういった不安の部分を打ち明けられない。それによってね、すごく自分の中で考えてしまっているとか、そういう気持ちが非常に強いのかなというふうに、思いますね。だからこのカード全体的に見ると、結構気持ちであったりとか、お金だったり、仕事の面ですごく傾いてるのかなっていうところが見えますね。はい。で、過去の部分を見ると、いや、でも過去はね、すごく力強さはあったんですけども、近いうちの何らかのきっかけによってね、うまくいかないなっていう状況に、なっているのかなというふうに思います。はい。ここまでで、まとめますと、お相手はね、今の状況がうまくいかないなと感じ、今後どうすればいいのかって非常に迷いが生じています。その迷いっていうものがなかなか周りに、相談できずにいるため、一人で解決しようというふうな気持ちに、なっていると。一人で修行に出るような感じだったりとか、いろんなことを一人で巡り巡って考えてしまう。そういった状況なのかなというふうに思います。
ですがね、過去の部分で言うとすごく力強いエネルギーっていうのを発生してたっていうのがあるので、なんかきっかけがあったのかなっていうところ、これはあなた自身ももしかしたらね、気づいている部分なのかもしれませんが、ちょっとまだそれが表面化していない部分もあるので、ちょっとカードの感じでわからないですね。はい、そんな感じです。では、今後、じゃあどうなるか、お相手の、じゃあ今後と、あなたとの関係性も踏まえてちょっとご説明していきたいと思います。はい。近未来で見ると、やはり今後もですね、お相手は、やはり辛い状況っていうのは続くというところ。これどちらかというと、これ状況的に悲惨とか悪いという意味ではなく、気持ちとしてやはり、大変だなとか、苦労してるな、どうやったらうまくいくかなっていう風な、ストレスがすごく溜まる状況なのかなっていうところ。ですが、あなたに対してすごく甘えたりとか相談したりすることがなかなかできない方なのかなっていう。なので、よりそれがたまりにたまって、下向きになってしまう状況がより悪化する可能性っていうのが出てくるのかなというふうに思います。で、お相手はね、非常に頭のいい方ではあるんですけど、自己解決っていうところをね、助け求められないので、それがね、非常に今後も悪化する可能性があるのかなっていうところが、ちょっと注意点なのかなと思います。はい、それでは、周辺環境と今後のお相手の状況、立場を見ていきたいと思います。なるほど。お相手は、非常に今後、状況がね、目まぐるしく変わっていくかなというふうな、感じはしますね。こちらのカードですね。ですので、非常にこの変わるっていうのは、良くなるもそうですし、今の状況が変わらずに考えがいろいろ変わっていくであったりとか、そういった類のものがあるんですけど、じゃあこちらを見ていくと、ページオブカップが出ています。これは、自分の考えが少し浅いという意味のカードなんですけど、逆位置に出てるので、やはりある一定の考えがまとまりつつあって、いい方向に進むかなというふうなイメージが出ております。ですので、この2枚を合わせて考えてみると、非常にお相手の考えがまとまって、状況が好転していく可能性が非常に高いなっていうところがあります。ですが、やっぱりストレスの溜まる状況っていうのは引き続き変わらないのかなというふうな部分もあるので、これ正直ね、まだちょっと答えとしては見づらい部分あります。もちろんあなた目線から見て、非常にターニングポイントにはなっているのかなと思うので、あなたもそういった、お相手がね、悩んでいる状況に対して手を差し伸べてあげる。これをするだけでね、あなたとの関係っていうのは非常に、良好になってくるのかなというふうに思います。で、今ね、多分この状況から見ると、あなた自身お相手を見て、お相手がすごい辛そうだなとか、連絡を返してくれないかな、今までとちょっと、なんか雰囲気違うなっていう風に感じていて、それでなかなかね、自分からもあまりアクションを起こさないっていうのがあると思うんですよね。それはむしろ相手の反応を見るんではなく、サポートしてあげる、そういった視点を持っていただくと非常にね、二人の関係っていうのは、良くなっていくのかなというふうに思います。結論とその理由です。願望ですね。ザ・タワー。なるほどね。結構辛い状況はね、一旦終止符は打つかなっていう感じですね。これはね、目まぐるしくさっき状況が変わるってお話したじゃないですか。変わった末に一旦自分の辛い状況っていうものが終止符打たれるという、可能性が非常に高いかなというところ。だから今いろいろね、辛いプロセスを踏んでますが、それが、着地する、可能性が非常に高いと。それによって今まで我慢していたものっていうものが、しなくて済む。非常にお相手の、変わるきっかけになるところ、変わるっていうのはもちろんいい方向に、前向きな気持ちになるポイントとなってくるのかなと。ですが、これも1、2ヶ月くらいのスパンで言うと、結構我慢しなきゃいけない部分があるんですね。その際に、あなたへのサポートがあると非常に前向きになりやすいですし、あなたへの関係性もすごく良好になる、というふうに出ております。はい。では最後、まとめとアドバイス。お相手はね、非常に、辛い状況というか、自分が、どういうふうに今後すればいいのかと
かが明確じゃない。ですが、周りに相談できない状況が続いております。で、近いうちにその状況が続くんですが、環境の変化によってより、変わっていくチャンスがありますと。で、近いうちにその辛い状況っていうのは終止符打たれて、すごく我慢がしなくてもいい状況っていうのがお相手の方に出てくるかなというところがあります。ですので、現状あなたはお相手のそういった、ネガティブな心境に、合わせてしまってなかなかあなたの方からアクションしないという状況があると思います。ですので、そこはサポートするっていう形を取りつつ、近いうちにねそういった状況が、好転するので、そのタイミングでねしっかりお相手とね寄り添っていける関係を取ると、非常にお二人の関係性が良くなるのかなというところであります。ではアドバイスなんですけども、直近 1,2 ヶ月くらい、ここはねちょっと我慢の時になるので、あなたも強い意志を持ってねお相手の方をサポートしてあげる。これがね大事かなというふうに思います。それでは赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは青を選んだ方の圧倒的に恋に迷った方へ、お相手の気持ちを知りたい今後の展開ということをやっていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の状況、心境を見て、過去を現在から見ていって今後の展開、あなたとの関係性などを見ていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。まずはお相手の状況、心境から見ていきましょう。ページオブペンタクル。これね、実は何かしらのこのきっかけ、ひらめきというものが出ているのかなというふうに思います。ですので、お相手にとって何かこう前に進めること、これがね、今までいろいろ考えてたものが一定のね答えが出たことによって、何かをチャレンジしようというふうなすごく前向きな状況になっております。こちらのカードを見ていただくと、今までね一定期間の休憩というか、休息の期間があったと、お休みするという気持ち的にねリラックスした期間があったんですが、徐々に、動き出すっていうカードが出ているのかなというふうに思います。ですので、これ恋愛面に当てはめてみると、誰かとの関係性をよりね前に進めようというふうな前向きなこと、前向きな話し合いであったりとか、前向きな手続きだったりとか、そういったものがね、徐々に走り出そうというふうに考えているのかなと思います。潜在意識を見ると、決して平坦ではなく、ちょっと困難な道のりになっているんじゃないかなというふうには感じています。ですが、先も言った時に一時的にねちょっと休憩の期間があったと、これはね、うまくいかないし問題が山積みだったということが明確になっているんですが、もうすでにそういう問題の解決案の解決の見立ても立っているのかなというふうに出ているので、非常にネガティブな気持ちになる必要はないのかなと。ですので、このカード、平坦ではないと感じているが解決する見込みがあると。ですので、あなた自身もねそれに対して、頼りにするっていうのは非常にいいのかなというふうに思います。ではお相手の深層心理、キングオブソード、もうこれあれですね、ソードのキング出ているので、もう明確に答えはもう出しに行っていますと。これ揺るぎない大きな決断であったりとか、すごく自分のリーダーシップ、頼りのある状態で話を進めていきたいというふうに出ているので、これ大きな決断っていうのがもうすでにあなたとの関係の中で出ているのかなというふうに思います。深層心理なんで、もしかしたらまだそれを表面化させていない場合もありますが、お相手の気持ちの中ではもう決意が決まっているのかなというふうに思います。それっていうのはね、もう最初のカードでも物事がね前向きになるっていうカードが出ているので、これ何なんでしょうね。お二人の、関係性にもいろいろよりますが、これはね非常に前向きなものとして、捉えていいのかなと思います。はい、それでは過去のカード。やっぱりその、お相手がじゃあなぜそういった前に進もうと決断しようというふうに、思ったかというと、明確に自分の優先順位っていうものをしっかり、つけることができたというところで、優先順位を上から順にしっかり守っていこうというふうに考えるようになったっていうところがポイントとなっておりますね。
こちらのカード、コインをね、抱きかかえているカード。一つの大事なことをしっかり、進めていくための考えというところになるのかなというふうに思います。で、その、優先順位っていうところなんですけども、非常に今、あなたとの関係の中で課題となっている部分、これがね、解決するっていうところが目に見えているので、非常にあなたとの関係性っていうのが優先順位が今後高くなっていくふうに思います。はい。で、ここまででまとめますと、あなたとの関係の中で非常に前向きに、考えるようになりましたと。今までね、課題が山積みでしたが、それが、解決する見立てが立ち、揺るぎない決意で、運んでいこうと。さらにあなたとの関係の優先順位っていうのも非常に、高まって、いるのかなというふうに思います。はい。それでは今後のお相手とあなたとの関係性を見ていきたいと思います。はい、こちらですね。これ一見すごく悩んでそうな、人が悩んでそうなカードに出てるんですが、逆位置に出てるので、それがもうすでにね、解決済みであり、そして、悩むに取るに足らないようなこと、そういうふうに捉えていただければと思います。ですので、今まで非常に悩んでどうやって解決すればいいんだろうというふうに思っていたことが、もう嘘のかのように進んでいくというふうに思います。ですので、あなたとお相手の中で抱えていたそういう問題っていうものも、こんなことに悩んでたんだ、だったりとか、これ全然大丈夫じゃん、みたいな、そういうふうな、すごく、前向きな気持ちになるのかな、というふうに、見えております。はい、じゃあ今後の、お相手の周辺環境、お相手の立場、状況などを見ていきたいと思います。はい。ページオブワンズ。はい。で、問題が解決の見立てが立ってるっていうところがあるんですが、少なくても、自分一人で解決できかねる部分があるので、誰かのアドバイスっていうものは非常に、大切なのかなというところにいます。で、今回における誰かっていうのは、あなたになりますので、あなたが、明確にアドバイスをしてあげる。アドバイスというよりは背中を押してあげる。それがね、非常に大切なのかなというふうにあります。それがないと、こちら、心と体のバランスを崩す可能性があるというふうに思います。ですので、合理的な答えをあなたがアドバイスするんではなく、お相手の中に、合理的な答えが決まっているものをあなたが背中を押してあげるというイメージでいいのかなと。とやかく言わずに、お相手が決断したものに対して大丈夫だよと、一緒にやっていこうというふうな雰囲気で、語りかけてあげる。これがね、非常に、お二人の関係性を前に向ける非常に大切なアクションなのかなというふうに思います。では最後結論とその願望ですね。ジャッジメント出てますね。はい。もうこれ、あなたとの関係の中で非常に大きな決断をもう明確にすると。そしてその決断っていうのはジャスティス。これはもう、正しい、モラル的に正しい、いい方向に進みますよというふうに思うので、あなた自身が信じて大丈夫な方であり、大丈夫な決断をするということがカードとして示しております。非常にね、あなた自身今ね、不安な部分はあるかと思うんですけど、ここのカードに、結論のカード2枚に、これとこれが出ているので、非常に安心できるのかなというふうに思います。はい。では、最後にまとめとアドバイス。はい。お相手は、今後新しい状況の発展に対して、明確に前に進もうと考えております。今までね、課題が山積みだったものも、それが解決できる見立てが立っており、揺るぎない決断というものをしております。そして、あなたとの関係性の優先順位も高く、それをしっかり行動していこうという気持ちになっております。ですが、あなたとの関係の中でどうしても合理的にこうするべきというふうには決まっている部分があるんですが、やはり不安な部分、これをね、感情的に不安な部分があるので、あなた自身がサポートし、背中を押してあげるっていうところ、これがね、非常に、お相手にとって、前向きになるためのステップになるのかなというふうにはあります。そして、最後にね、決断がまだ
されていないところであなた自身も不安かと思うんですが、その決断っていうのはあなた自身も幸せにしますし、一般的にね間違ったと思われるような決断ではないんです。それをしっかりしてくれる方なのかなというふうに思いますので、そこは信じていただいて大丈夫かなというふうに思います。最後にアドバイス。まあお相手はね心に決めている部分があるので、そこを信じてあげて、背中を押してあげる、これでかなりいい状況になっていくのかなというふうに思います。で、恋に迷った方っていうところでテーマでやってますので、お相手自身もね多少迷ってる部分があります。ですがあなた自身がそれをね、気遣ってあげてねサポートしてあげる、これがね非常に、迷ったものから抜け出す重要な行動なのかなと思います。それでは青のリーディングを終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方の圧倒的に恋に迷った方へを占ってリーディングしていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の心境状況を、過去現在から見ていて、今後の展開、あなたとの今後の関係性を見ていければなと思います。それでは行きたいと思います。お相手の、状況、心境とその原因ですね。今ね少し、一時休止というふうに捉えていいのかなと。これね悪い状況じゃないんですけど、一回ちょっと休憩しようかなとか、一回間を空けようかなとか、距離をちょっと取ろうかなっていう部分があります。ですのでこれ距離を取るって言っても悪いとか嫌いとかそういうわけじゃなくて、ちょっと今休息が必要だと感じている、そういう状況なのかなというふうに思います。でそれはこれね非常にうまくいってるんですよね。じゃあなんでうまくいってるかっていう、何がうまくいってるかっていうと、お仕事であったりとかそういった、学業だったりとかお仕事のそういう部分が非常にね、前にうまくいっているのかなというふうに出ております。ですのでね恋愛に、一回集中せずにそういった、お仕事の部分をうまくさせていこうと、そういった気持ちが非常に強いため、恋愛面で、まだ前向きじゃないと。もしくはあなたに対して少し目を向けてもらえてないなと感じるのは、そういう理由なのかなというふうに思います。はい、でお相手の潜在意識ですね。潜在意識、今まではね結構自分がうまくいければいいなという気持ちがあったんですけども、そうじゃなくて、もっと大きな目で見てある程度その人のために何かをしてあげるっていう気持ち、これは先ほど言ったお仕事の面で結構強く反映されていて、お仕事をやはり充実させるっていうことで、周りの人を幸せにできる、近しい人、大切な人を大切にできると。要は地盤固めをしっかり しないといけないなっていう気持ちに、なっているのかな。自分だけじゃなく大切にしたい人を大切にできるベースを作らないと、このまま良くないなっていう、非常に大人の考えになっていくタイミングなのかなというふうに思います。ですのでね、一時休止と言ったんですが、人それぞれね、お仕事に注力するタイミングがあるのかなと思うんで、そのタイミングが今ちょうど来てる。そういうふうに感じていただければなと思います。はい。で、深層心理を見ていくときに、今お仕事に注力した方がいいんじゃないかなっていう視点にはなってるんですが、でもね、最終的に戻っていきたい場所、大切にしている人と一緒にいたいという気持ちがありますね。すごく見ていただくと、カード見ていただくと幸せな元に戻っていくために一回出ていくと。要は、幸せな関係性を、作るために今頑張らなきゃいけないという気持ちですので、あなたとの関係性を非常により良くしたいという、すごく将来的なものを考えた上での今頑張らなきゃいけないというふうに捉えていただければなというふうに思います。はい。それでは過去の部分を見ますと、非常にね、ここのカードとこのカード、似ているカードですね。逆位置でソードのカードっていうところが共通点としてあるんですが、やはり自分だけじゃなく周りのためっていうところが非常に過去の部分からも出ているのかなと。
ですので、この方って結構自己犠牲が強い方で、その自分の犠牲を厭わないと。そのためには、頑張れるという方なのかなというのがカードから伝わってきております。はい、ここまででまとめますと、お相手はあなたとの関係性を少し間が空いてたりとか、休憩の期間を設けているように、感じます。ですが、それはお仕事の面というものに集中し、そちらを充実させたいという気持ちからなのかなというところと、それはお相手は自分だけでなく、その大切にしたいあなたを幸せにするために、今はそういったものに注力するべきなんじゃないかと思っている。で、深い気持ちの部分で見たときに、あなたという関係性にしっかり戻っていきたいなっていう気持ちはあるのかなというふうに感じております。はい。それでは、今後の近未来のね、あなたとお相手の関係性を見ていきたいと思います。はい、ですね。今の状況が大きく早く変わるという感じではないかなというふうに思います。それは今ね、ちょっと例えば距離を取ってたりとか、なかなか連絡が取れなかったりとか、なかなか会えないとか、そういう状況かと思うんですが、それがね、劇的にすぐ変わるというわけではないです。この場合ですと、あなた自身が今迷っているということなので、少しね、悩むかなと、焦るかなと思うんですけども、お相手自身の気持ちの深いところは、変わっていませんよと。それは、あなたを大切にして、充実した状況になってから元に戻っていきたいという気持ち、これがあるので、あなた自身は、焦る必要はないのかなと。そしてお相手のしっかりした状況になるまで待っていただく。これがね、お二人にとってね、非常にいい関係性になるのかなと思います。はい。それでは周辺、環境とお相手の立場、状況を見ていきたいと思います。やはりこちらのカードを見ていくと、家族団らんですごく楽しそうな雰囲気のカードが出ておりますね。ですので、あなたとの関係性の中でそういった、アットホームな関係性をすごく望んで、いますと。それを作るっていうのが目標というのがあっておりますので、あなた自身は不安になっている部分、今あるかと思います。ですが、そこは信じてあげてもいいのかなというところ。で、こちらもね、その状況になるためには自己犠牲を厭わないっていう、引き続きですね、考え方は今と、先っていうのは、今と今後っていうのはそんなに変わらない。それは大切なものを守るために仕事を頑張るであったりとか、今の状況をより良くするっていう、そういった気持ちが込められていますので、非常に前向きな方なのかなというふうに思います。はい。もう、よかったです。最後にマジシャンのカードが出ているので、これね、長い、そういったちょっとね、不安になってしまう期間はあるかと思うんですが、最終的にあなたとの関係が積極的に始まっていくっていうカードが出ております。ですので、あなた自身は、なかなかね、関係が進まなかったりとか、連絡が取れなかったりという不安な部分はあると思うんですが、非常に、これは、ポジティブに捉えていいのかなというところ。で、クイーンオブペンタクル。これはね、お二人のもう関係性がより充実して、幸せになっていくよっていう、そのためには頑張っているよっていうメッセージになってくるのかなというふうに思います。はい。で、最後にまとめとアドバイスなんですが、お相手はね、今、少しね、あなたとの関係性を距離を置いてる部分はあるかと思うんですが、お仕事だったりとか、自分のベースを作るために必死に頑張っております。それは、あなたとの関係性をより良くして、すごくアットホームな関係性を作るために頑張っていくというところ。ですので、今後少しはね、なかなか連絡取れないっていう状況は、なかなか変わらないかもしれないですが、非常に、逆にあなたへのそういった、長らく一緒にいたいっていう気持ちは、変わらないので安心していただければなと思います。で、今後もね、うまくいく可能性っていうのは非常に高く出ておりますので、そこは安心してサポートして、信じてあげるっていうことが大切なのかなというふうに思います。黄色の方っていうのは基本的に、なかなかあんま心配はないのかなっていうところ
あなた自身が、あまり自暴自棄になったりとか、なんか怒ったり感情的にならない。それが大切なのかなっていう、長い目で見てあげる。これが、お互いのより良い方向に進む、いいアクションになるのかなと思います。以上で黄色の鑑定を終わりにします。それでは参考になった方は、チャンネル登録と高評価お願いします。